自分の住んでいるところは大丈夫。あなたはそうやって予期せずやってくる災害を甘く見てはいませんか。2004年12月26日、舞台はタイアンダマン海に浮かぶリゾート地プーケット島。クリスマス休暇真っ只中のこの日、島には世界中から観光客が訪れていました。そんな観光客たちに混じり、朝からビーチの散歩を楽しんでいたのはイギリスから家族旅行に来ていたティリー・スミス。パパ、海がとっても綺麗ね。ああ、今日は天気も良くて本当に良かったね。ティリーたち家族もそうやって穏やかな気候のプーケット島を満喫していたんです。しかし、あれ、気持ちよさそうに海を眺めていたティリーはあるタイミングでその海面に違和感を覚えました。彼女の見つめていた海面はなぜか不自然に泡立ち、みるみる沖合まで引いていったんです。そう、それはこのプーケット島に史上最大級の津波が押し寄せる前兆だったんです。観光シーズンで賑わうビーチへ刻一刻と迫る津波。楽しいはずのクリスマス休暇は突如悪夢へと変わるんです。島を訪れていた少女が体感した逃げる暇さえ与えない自然の脅威とは。やるか、超やるか、ケンちゃんです。こんな寒い冬はプルプル鶏コラーゲン鶏白湯鍋です。やめんこです。久しぶりにまともなこと言った。いつもまともじゃない。こう寒い日はね、鶏白湯鍋食べたいですね。水炊きの鶏白湯系美味しいですからね。はい、まともっていうよりあんたが共感できたかどうかでしょ。お鍋が美味しい季節よね。そうそう。その中でもさ、鶏白湯ってね、美味しい。だから鶏白湯の美味しいお店を紹介してほしい。皆さん。ラーメンだとある。新宿にね、1個あんのよ。鶏白湯。見たばだ。見たば。あれ美味しかったっすね。はい。ちょっとにやけちゃいますね。思い出すと。はい。本日皆様にご紹介するのは2004年に起こったインドネシアのスマトラ島沖地震についてなんです。今年もね、10月にアフガニスタン、11月にネパールとね、巨大地震が相次いでいることもありまして、今一度ね、巨大地震について振り返る機会になればなと思ってね、今回このね、トピックを取り上げさせていただきました。今でもさ、スマトラ島沖地震ってさ、史上最悪の大地震とかって聞くじゃない。やっぱり、その時に何が起きて人々はどういう行動を取ったのかっていうのは、今一度なんか見返しておく必要があるわよね。当時ね、この地震によって20万人以上もの人々が亡くなっているんです。今回はそんな史上最悪の地震に関する知識と、それにまつわる一人の少女のエピソードをご紹介します。史上最悪の大地震。2004年12月26日、インドネシア西部に位置するスマトラ島。日曜日を迎えたこの日、街行く人々は和やかに挨拶を交わし、いつもと変わらない休日の朝を過ごしていました。公園では音楽イベントの設営が進められ、多くの人にとって充実した一日になる。そんな雰囲気が街全体に漂っていたんです。そうやって穏やかな時間が流れていた午前7時58分。地震だー！突如激しい揺れに襲われたイベント会場。ステージからはスピーカーがゴロゴロと転がり落ち、イベントの設営スタッフたちは立っていられないほどの状態に。街行く人々も怯えた様子で座り込み、泣きわめく子供たちを必死に抱きしめることしかできずにいました。激しい揺れが収まったのはそれから6分後。植え込みの木々や看板は倒れ、先ほどまでの穏やかだった街はまるで地獄のように一変してしまっていました。この日、スマトラ島北西沖のインド洋で発生したのはマグニチュード 9.1 を超える大地震。そのエネルギー量はなんと核爆弾2万3000個分。21世紀最大の海溝型地震と呼ばれるほどのものでした。地震にはですね、主に海溝型とね、直下型と言われる2種類がありまして、巨大地震になるものはね、ほとんどの確率で海溝型が多いんです。特にね、マグニチュード8を超えるのは大体海溝型だと言われてるんです。というわけで本日のメトラキーワード、海溝型地震について。海溝型地震は陸地から伸びる大陸プレートとその下に潜り込んでいる海洋プレートに歪みが生まれ、プレートが跳ね返る力によって起きる地震のこと。プレートの境目にあたる海溝部分が震源となるため、その名前が付けられているんです。一方で直下型地震は大陸プレートに内部破裂が生じて起こるもので、陸地の真下が震源となります。局所的に大きな揺れに見舞われる直下型地震に対し、海溝型地震は規模が広く小さな縦揺れの後に長く大きな横揺れが続くのが特徴。建物の倒壊リスクこそ少ないものの、震源が深海にあるため津波を伴うものが多いんです。そう、スマトラ島沖地震は結果として22万人以上の死者を出す災害となりましたが、その多くは二次災害の津波によるもの。この津波によりインドネシア以外にもタイやミャンマー、南アフリカ、ケニア、ソマリアなど多数の国で死傷者が出ているんです。ここからはインドネシアの隣国タイでこの大津波に直面した一人の少女の恐怖体験に迫りましょう。
スマトラ島が大地震に襲われる中、隣国のタイプーケット島マイカオビーチでは打って変わって多数の観光客が思い思いの時間を楽しんでいました。クリスマス休暇に羽を伸ばしにやってきた彼らは海水浴を楽しんだり、海辺のコテージでくつろいだり、そう、タイの人々はスマトラ島沖地震の揺れをほとんど感じておらず、地震の発生に気づいてすらいなかったんです。そして時刻は午前10時半を迎えようという頃、あれ？ビーチから海をじっと見つめ首をかしげていたのはイギリスから観光にやってきていた少女ティリー・スミス。なんか海の様子がおかしい気がする。この時ティリーが目にしたのは不自然に泡立ち沖へ沖へと波が引いていく様子。そう、普段は寄せては返すはずの波がこの時は沖へ引いていく一方だったんです。津波の前兆なんじゃないのこれ。そうなんです。ティリーがね、そうだったようにインドネシアのね、周辺諸国の人々っていうのはスマトラ島沖地震の揺れっていうのをね、ほとんど感じなかったんです。このことが多大な被害につながってしまうんです。ビーチに津波が来ています。直ちに避難してください。スピーカーを用いビーチの人々に必死に呼びかけるプーケットの海上警察。あろうことか津波がすぐ近くまで迫ったその状況でもビーチにはまだ多数の現地人や観光客が逃げようともせずに残っていました。これは現地の人々が地震の揺れをほとんど感じていなかったこととタイの警報システムの整備が行き届いていなかったことが原因。日本であれば津波の発生はテレビやラジオなどで迅速に周知されるんですが、津波がほとんど発生しないインド洋沿岸の国にそのようなシステムはなかったんです。そして普段は津波が起こらないとなれば現地の人々は津波の恐ろしさも知りません。これは欧米から訪れていた観光客にも言えること。津波に対する十分な知識を持たないこれらの人々は地震発生から津波が到達するまで2時間の猶予があったにもかかわらず、その多くが逃げ遅れてしまったんです。タイの人たちとかさ、観光客の人たちにとって津波なんてものはもう自分の知らない世界というかね、よその国で起きるもんだって思ってたわけよね。そりゃもう逃げ遅れちゃうわよね、どうしたって。しかもね、津波が来る前にこう潮が引くんですけど、それをね、こう面白がって追いかける人もいたぐらいなんですよ。ここでなんですけど、イギリスからやってきた少女ティリーはここからどういった行動をとるんでしょうか。津波が来る。これアンドリュー先生が言ってたやつだ。沖へ沖へと不自然に引いていく波の様子に何か思い当たる節があるかのようにつぶやいた少女ティリー。そう、彼女はこの2週間前に受けた地理の授業で担当教師のアンドリューからこんな話を聞いていたんです。潮が海岸線から引いていき白い泡が立ち始めたらそれは津波の前兆だからね。パパ、ママ、津波が来るよ。教師アンドリューの言葉を思い出したティリーは隣を歩く家族に向かい慌てた様子でそう訴えました。しかしティリーの家族は突然取り乱した娘を前にただあっけに取られるだけ。それもそのはず、海面はいつも通り穏やかで大きな波が来る気配などみじんもなく、周囲の観光客も誰一人気にせずに休暇を楽しんでいる状況。家族がティリーの言葉を信じられないのも無理はありませんでした。津波なんて来ないわよ。今朝怖い夢でも見たんじゃない？母ペニーはそう言って笑うと必死に訴えるティリーに構わずまたビーチを歩き始めるんです。家族もそんなペニーに従い散歩の続きを楽しもうとしていました。でもこれ津波の知識がない人にとってみたら、海の様子に何も変わったところはないっていう風に見えちゃってたわけだし、そりゃ話なんて信じてもらえないわよね。ですがね、誰にも信じてもらえないその状況だったとしてもティリーは決して諦めなかったんです。お願い、パパ、ママ、早く逃げないと生き残れないよ。ティリーは自分の話を信じようともしない両親に何度も何度も訴え続けた。するとティリーがこんなに必死になっているところは見たことがない。これはもしかすると、すいません、おかしなことを言っていると思われるかもしれませんが、娘が絶対に津波が来ると言っているんです。ティリーの様子にただならぬものを感じた父親のコリンは付近の警備員に津波のことを話すことにした。ティリーも引き続き母親やその場にいる人たちに津波が来ることを声を張り上げて説明しようとしていた。その時だった。娘さんの言っていることは正しいと思います。今朝スマトラ島で大きな地震があったんです。津波、津波と何度も叫ぶティリーの声に反応したのは日本から観光に訪れていた男性。彼はニュースでスマトラ島沖地震のことを知っていた。この日本人男性が注意喚起に加わったことでティリーをキーな目で見ていた観光客たちは次第に彼女の話に耳を貸すようになっていた。皆さん、津波が来ます。早くホテルの上の階に避難を。ティリーは説得に協力してくれた日本人男性や警備員と共に周囲の観光客を避難誘導。そんな中でも母親のペニーだけは家族でただ一人ティリーの言葉を信じられずにいました。あの子ったら、これでもし津波が来なかったらどうするつもりよ。そう考えながらも娘のことが気になり、しぶしぶ避難先のホテルへと歩みを進めていた母ペニー。彼女はあるタイミングでふとビーチの方を振り返りました。するとそこにはすでに高さ9メートルもの津波が迫ってきていたんです。あなた、早く子供たちを連れてホテルに入って。マ
周りの人にさ、注意喚起するティリーもすごいし、最後まで。周りに日本人観光客がいたっていう、津波の怖さ知ってる人がいたっていうのも不幸中の幸いなんだけど、ちょっと大丈夫これもうやっぱり逃げ遅れちゃったんじゃないの？大丈夫なのこれ。普通にそう思いますよね、必死に観光客の避難誘導を行っていたテリーたちなんですけれども、彼女たちは無事に津波から逃れることができたんでしょうか。ビーチの天使。ビーチに建てられたパラソル、屋台などを次々となぎ倒していく巨大津波。先ほどまで和やかなムードに満ちていたマイカオビーチの観光客たちは壮絶としか言いようのないその光景にただただ怯えていました。そう、避難先のホテルの中で。よかった、みんな無事に助かって。ホテル内に集まった群衆の中で気が抜けたように安堵の声を漏らしたテリー。彼女の尽力によりビーチにいた100人余りの観光客は全員津波が訪れる前に避難先のホテルにたどり着いていたんです。テリーの言葉が信じられず、最後までビーチに残っていた母ペニーも間一髪で助かっていました。いや、ほんとすごいじゃない。津波が襲ってきちゃう直前ギリギリだったみたいだし、しかもテリーもしっかり逃げ延びれてね。ほんと偉い。すごいわね。周りのね、大人たちが知識を持ち合わせていない中、10歳の少女がね、正しい知識を持ってたっていうのも素敵なことなんですけど、それを言ったところで信じてもらえなかったっていう状況、それでもね、諦めなかったっていうところがね、もうなんか彼女の真の強さというか、人間としての強さというかね、なんか本当素敵なね、お話だったかなと思いますよ。テリーがマイカオビーチで津波に遭遇する2週間前、彼女の教師アンドリューは生徒たちに津波の恐ろしさを繰り返し説明していました。たとえ水位がそれほど高くなくても、津波が来ている時には絶対に海岸に近づいちゃいけない。波の力で押しつぶされ引きずり込まれてしまうよ。何かがおかしいと感じたらすぐに海岸から離れて高台に避難するんだ。その言葉を思い出し、マイカオビーチを訪れていた人々を迅速に避難誘導したテリー。その結果、その他のタイのリゾート地で5000人以上の犠牲者が出る中、マイカオビーチでは一人の犠牲者も出さない奇跡が起こっていたんです。以来世界中で注目されたテリーはビーチの天使と呼ばれ、多数の称賛を集めることに。彼女は地震学の先駆者トーマス・グレイの名を冠した特別賞を受賞したほか、フランスの子供向け新聞モン・コティディアンからチャイルド・オブ・ザ・イヤーを受賞。国連の津波復興特使としてクリントン元大統領と面会するなど、各方面から栄誉を称えられました。そして地震からちょうど1年が経った2005年12月26日、テリーはタイ南部のリゾート地カオラックで開かれた地震津波被害者の追悼式典に出席。この日に勝ったのは後輩や死ではありませんでした。人類の寛大さ、勇気、愛の輝かしい勝利でした。集まった数千人の人々を前に、タイの国民的詩人ナオワラット・ポンパイブーンの詩の一節を朗読したテリー。11歳を迎えた彼女が放ったその言葉は、各国で起こる災害の恐ろしさを人事と捉えず、正しい知識を備え行動することの大切さを多くの人の胸に刻みました。現在もテリーの物語は子供向け教材で多く取り上げられ、その教訓を世に広め続けているんです。またインド洋沿岸の国々の警報システムが整備されていなかったことも問題視され、ユネスコ政府間海洋学委員会が国際津波警報システムを構築。スマトラ島沖地震以降は、地震の揺れを感じない周辺国にも津波の警報が迅速に周知されることになったんです。あまり喜ばしいことではありませんが、日本人にとって地震や津波は非常に身近な存在。津波など全く無縁だと考えられていた国々でこれだけの被害が出た事実には、明日は我が身だと底知れない恐怖を感じさせられます。メトロの皆さんは災害に直面した際、テリーのように迅速に行動に移せる備えができていますか？